はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、マヤを使って GLSL シェーダーのちょっと触り部分っていうのをやっていこうかなと思います。でやっぱ GLSL がね、結構使われるのが多くて、アンリアルエンジンは確か HLSL なんですけれども、GLSL は結構ね、サブスタンスでも確か GLSL ですし、フーディーにも確か GLSL だったりするんですよ。なので、両方使えて損はないんですけれども、一応 GLSL もやっていこうと思ってて、で、マヤだとちょっとね、HLSL より GLSL の方がなんか書きにくいなっていう自分のちょっとイメージはあって、ただね、ちょっとだけ作法が違うぐらいで、その作法さえ覚えちゃえばね、どんどん調べていけると思うので、ちょっとその触りをね、紹介しながら、ランバートの実装までね、やっていこうかなと思っています。はい。で、一応軽く宣伝ですけど、自身がHLSL の本を、何冊、3冊ぐらいかな、出版というかしてたり、サブスタンスペインターのね、本も出していたりして、で、そのサブスタンスペインターだと、GLSL ってなっています。っていうところで、そこがね、今回はその仕組みとかのはね、細かく紹介しないんで、もし興味が出たらそっちの本とか参考にしてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、まずね、こっちにね、左にね、自身の場合はビジュアルスタジオコードを表示していて、右画面がやっている状態になっています。で、現状だとこの顔にはランバート1が入っているので、これを GLSL シェーダーにまず変えていって下準備をしていこうかなと思います。で、Windows から、Settings Preferences のプラグインマネージャーを開きます。で、ここ GLSL って検索すると、この、ね、GLSL shader.mll っていうのがあるので、これをロードしておけばもう使えるようになります。で、この上で、右クリック、もしくはハイバーシャイドからでもいいですけれども、アサインニューマテリアルから、これですね。で、ここ GLSL シェーダーです。デフォルトでね、こっちサーフェイスって選ばれてると、GLSL、出ましたね。いましたね。いるから大丈夫です。はい。で、この GLSL シェーダーを押すと、勝手になんか入りますと。で、このデフォルトのね、に入ってるこの、Uber シェーダーっていう、この Uber シェーダーって結構共通であるシェーダーみたいなものがデフォルトで入っていて、これね、便利なノードというかシェーダーなんですけど、複雑でいろいろ入ってるので、ちょっとこれはあんまり、参考がてら入ってるぐらいで、このシェーダーそのものも、逆に解析することができるので、慣れてったらこのシェーダーを解析するのがいいと思うんですけど、ここからやっちゃうとね、すごい難しいので、これは使わずに一から作っていこうかなと思います。で、さらにもう一個追加するものがあって、このシェーディングっていうところにこのハードウェアテクスチャリングってチェックがあるんですよ。これにチェックを入れないと、この GLSL の結果が見えないので、そこはご注意ください。外すとね、普通のランバートになっちゃうので、ただ GLSL シェーダー入ってるんだけど、なんでこれランバートのままなんだろうってなっちゃうから、このシェーディングからこれをチェックを必ず入れるっていうのが重要です。はい。で、早速ね、これをね、自分のものに書き換えていこうと思うんですけど、ランバート OGSFX っていうのをまず空で作ります。で、この根元のこの拡張子はこの OGSFX です。ここね、謎な GLSL じゃなくて OGSFX なんですよ。そこが注意が必要です。で、この殻を作っちゃえば、このね、コピーパスして、これ、ビジュアルスタジオコードの場合ですけど、コピーパスだとこのフルパスが勝手にコピーされるので、で、ここに入れるだけって感じです。ただ、まだ中ね、コード書いてないんで、エラーが出ちゃうんですけど、はい、この中に書いていきます。で、このね、エラーもね、スクリプトエディターにも出ますし、このダイアグノーティスティクスっていうところにも出ます。はい。なので、エラーが出たらここかスクリプトエディターを開くと、どこでエラーが出てるか確認できるようになります。はい。じゃあ、基本のね、一旦は塗るところからやっていこうかなと思います。で、まず、コピペでいっちゃうんですけど、ワールドビュープロジェクションっていう、行列を、
定義しますと。でこれねここもね難しく考えるとちょっとねいきなりここ説明してもよくないので、まず結果からどんどん作っていっちゃおうと思うんですけど、でこの行列は指定して次にストラクチャーみたいな構造体みたいなのを作ります。でこの APPIN って書いてるのは、例えばこのジオメトリの情報を取得してねっていう箱を作ります。なのでこれジオメトリ本体のものを取得してきて使いたいっていうのをここで宣言します。であとはバーテックスシェーダーですね。ここは軽く書きましょうか。 GLSL シェーダーでバーテックスシェーダーの VS にしちゃいますね。でボイドメインでここでまずそうだ GL ポジションで先ほどの GWVPXF、これですね。この上のワールドビュープロジェクションっていうのにベック4、ポジション、ここで取得したポジションをワールドビュープロジェクションっていうので変換してここで見えるようにするっていうのがこの処理になります。でこのポジションっていうのがねここもね難しい話になっちゃって、モデル空間みたいなのにいるんですよ。最初はもう謎な空間にいて、でそれをこのワールドにまず変換してビューっていうカメラ空間みたいな変換して最後プロジェクションみたいなのでそのフィットさせるみたいなものをこれ1個のものでやってくれるっていうので、なのでこれだけあればとりあえずこのビュー上には正しく頂点が表示されるっていうものになってます。はい。バーテックシェーダーっていうのがね頂点の処理をするだけのシェーダーなので、どこの位置に画面上のどの位置に定義するかっていうだけのものなので、色とかそういうのの調整をする以外はもうこれしかやらないって思ってください。でアンリアルエンジンとか触ったことある人はわかるかなと思うんですけど、ワールドポジションオフセットって名前だっけなっていうのがあって、それがこのバーテックスシェーダーを扱う部分で、ワールドポジションのオフセット部分を入れたいならば、ここに対しポズに対してオフセットの値を追加するっていう処理をやれば、ワールドポジションオフセットと同じ効果になるっていうところです。はい。で、次に色ですね。でここで計算したものは頂点の位置を定義するだけなんで、一旦よくて次色を定義する必要があって、その色は GLSL シェーダーの、ピクセルシェーダーって名前にしちゃって、ここね、よいしょ、名前は何でもいいんですけど、この PS じゃなくてもピクセルシェーダーなんたらとか好きなのでいいんですけど、ここまでは一緒でして、処理もあとは一緒で、次にここ APPIN ってしたと思うんですけど、インはした後にアウトもしなきゃダメなんですよね。ピクセルを何色で塗りつぶすかっていう処理が必要で、これも追加してピクセルアウトみたいなのでちょっとね定義しますと。で、ここにまた書いていきますね。でカラーアウトで、ベック4、赤色にしましょうとかでしますと。でここまででシェーダーの関数の宣言は終了で、最後にこれらをねガッチャンコしてまとめてパソコンに伝えるというか処理に伝えなきゃいけないんですよ。例えばこれバーテックスシェーダーってあるんですけど、これバーテックスシェーダーだけどどこでどう処理すればいいのかわからないんですよ。これピクセルシェーダーもピクセルシェーダーだけどどっちがピクセルでどっちがバーテックスシェーダーっていうのを解釈させなきゃいけないので、そこでテクニック宣言っていうのがあるんですよね。でこのテクニックっていうので理解させる必要があるっていうところです。でパスを指定して、パスっていうのは何パスとか1層目にこれを塗って2層目にこれを塗ってっていうのができたりするんですけど、今回そこまでしないで1層目だけ塗るのでパス
0番目で、この子はバーテックスシェーダーですよっていうのを伝えるのが in app インを、このメッシュの情報をインプットに入れてアウトプットで何か出すっていう処理が入りますと。でアウトはね別に今回ないんですけど、とりあえず書きましょうかね。VS2PS とかにして、ここはねまたね難しくて、VS2PS っていうのはまずここのインはこの子のメッシュの情報を拾いますよのところで、この VS2PS はこのバーテックシェーダーからピクセルシェーダーに渡す情報がある場合はこの中で渡す。で最後このカラーアウト、ピクセルのどんな塗りを最後出力しますかっていうのがあればこれを渡す。ただないことはないはずなんですよね。必ず色何かしらついてると思うので、これがはあるというところなんですよ。っていう、その橋渡し的にこの内部でも橋渡しをして最後こっちに返すみたいな感じになっていて、こちらで軽く説明すると、まずそうだ、この情報はここに持ってきますと APP で、頂点に入っている情報もろもろですね。頂点からもそうですし、方線もそうで、この VS2PS は内部ここ VS でいろいろ計算したら PS に渡しますっていうものがこれで、ピクセルアウトは、ここで計算した色をここにさらに返すっていう感じっていう循環が発生してるって思ってもらえればいいかなと思います。はい。で、ちょっとずれましたけど、でここでアウトで、VS と PS を一旦入れておきましょう。で、バーテックシェーダーは VS ですよと。VS っていうのはここのことですね。で、ピクセルシェーダーは、VS と PS から拾って情報があればですね。で、アウトでピクセルアウトでイコール PS。はい。で、これで一旦の定義は完了で、型ができたっていうところで、ここでうまくいってるかチェックします。はい。なんかうまくいかなかったですね。はい。で、何かが間違ってるというところです。で、それを見ていくんですけど、これを見た感じ、ここが怪しいなっていうのが出てますね。これ怪しい理由はここが BEC3 ポズなんだけど、ここ BEC4 でポズを入れちゃってるからダメと、型が違いますよというところで、ここに1.0 を足して BEC4 型にしますと。ここが3なんで、ベクター3なんで、これを 1.0 を増やすと、ベクター4になるので、これでもう一回見てみましょう。っていうと赤くなったので、しかもここ消えたので成功っていうところです。ちょっとね、ややこしいですよね。かなりややこしいし、説明もちょっとうまくできてるか怪しいっていうところですけど、この型さえできれば、あとはもう改変していくというか、改良していくっていうのが楽しくなってもらえればすごい嬉しいなっていうところです。で、例えば、変数を追加します。カラーを自由に変えられるような変数。例えばベースカラー、ユニフォームの BEC3 のベースカラーのカラーっていうのを指定しますよ。で、UI にはベースカラーって名前を表示します。で、デフォルトは白っていう感じで今回書いてますと。で、これで更新一旦すると、ここベースカラーって出ます。カラー型で。で、これカラーって指定しないと、ちょっと撮ってみますか。セーブして。大丈夫そう。一回作っちゃえば大丈夫そうですね。これカラーね、指定しないとね、おそらく3つの値、数字で指定しなきゃダメだと思うので、ここ、ちょっとね、注意が必要です。はい。で、この BEC3 をここに入れる。
このね、指定したカラーのところ。で、これで更新。やると白くなったと。で、あとは青にしたりとか、緑とかっていうのが、このね、マヤのアトリビュート、パラメータから指定できるようになるっていうところです。はい。じゃあ、どんどんやっていきましょう。次は、この VS2PS の部分をちょっと使っていこうかなと思っていて、で、このノーマルっていう情報をね、使っていきます。で、ノーマルはね、ちょっとここも、ノーマルをね、ワールド空間にね、さらに変更しなきゃダメなんですけど、またそれでね、行列を使いますと。マット4って行列 4×4 のマトリックスっていう意味になります。はい。で、これで、ワールドインバーストランスポーズっていうのを使うんですけど、ノーマルをね、変換してくれるっていう感じの行列だと思ってもらえればいいかなと思います。はい。で、今回は受け取りたいんですよ。バーテックスシェーダーからピクセルシェーダーに渡すために、ノーマルをワールドノーマルに変更したものを受け取りたいので、ここで VS2PS に X3 とかで NW で X コードとかにする必要があるんですよ、これ。で、ここも受け取るための箱が TEX コード0から確か8ぐらいまで用意されていて、その中は好きに受け取るために使っていいよみたいになってるんですよ。だからここたくさんいろいろ使えるんですけど、今回は NW、TEX コード0で、この0番目はノーマルワールドとして使いたいよっていうのを宣言します。使いすぎてもね、これ使えないよって宣言が、指定があるので制限が。そこで何個までっていうのがね、ビューベクトルとかもたまに使ったりするんですけど、それが必要だったら TEX コード1に入れるとかっていう感じになります。で、これを使って、よいしょ。NW に値が入れられるようになる。ここを指定したんでね。はい。で、計算します。BEC4 のノーマル。ここで取得したノーマルですね。0をかけて、GWIT とかけて、行列で変換します、空間を。ワールドにね。で、この NW は、BEC3 なので、これ計算するとね、ベクター4の状態のままなんで、XY0 ってシズル形式みたいなこれ指定できるんですけど、BEC4 だと XYZW なので、W はいらないで XYZ のベクター3だけ欲しいよっていう時にこうやって表記します。はい。で、これで NW にこれが入ったって状態になります。なんか緑だとエラーっぽいのでちょっと赤に変えときますね。はい。で、この NW をちょっとね、使ってみましょう。で、ここに NW 入れれば、おそらくワールドノーマルがここに出る。はい。こんな感じでね。で、うまくいってるかなと思います。こっちの X 座標に X が、赤が入ってて、Z に青、後ろにグリーンみたいなね。上から見ると分かりやすいのかな。はい。っていうので入った状態になっていて、ここでノーマルがうまく中で計算されて、この VS2PS が橋渡しでピクセルシェーダーに伝わったなっていうのが、うまく伝わればいいかなと思っています。はい。じゃあさらにいきますね。で、ここからちょっとね、このライトのベクトルを使って、ランバートを計算していこうって思います。ランバートっていうのはユーズデフォルトマテリアルであるこれちょっと違うな。デフォルトがもうスタンダードマテリアルになったと思うんですよね。違うので、一回ちょっと、これランバートって呼ばれるものですね。これをね、GLSL で実装していこうかなと思います、まず。はい。
じゃあやっていきますね。一旦これ戻って、GLS シェーダーに戻して、で、ライトのね、値を取るんですけど、これは、ユニフォーム3、ライト、0番目の使います。で、ディレクション。0番目のって言ったのは、確か3つまでかな ?4 つまで、何個かまでのこれも指定があって、ライトも使える数が。なのでこれ0番目って書いてます。で、ストリング UI ネーム。UI 上で表示する名前は何か。でもこれはね、あんまり意味はないかな。ライト0ディレクション。で、スペースはね、ワールドとか指定しておいた方がいいです。ワールドスペースですね。で、ストリングオブジェクト。ライト0番目。はい。って感じでいいかな。で、保存。で、このライトバインディングっていうところが何もないんですけど、これ更新すると出ないな。なんかまた間違ってますね。はい。値を置かなきゃダメだなって感じかな。とりあえず、なんか入れときます。これでいいかな。はい。で、これで OK で、このライトバインディングっていうこのライト0、ストリングオブジェクトのものが入ったと思うんですけど、ここにコンボボックスみたいに出て、これディレクショナルライトって選択できるんですよ。ここでバインディングして、取得ができるようになったっていうところで、ここにね、ちゃんと設定しないと取れないので、ここ注意が必要です。はい。で、これで準備 OK。で、このライト0ディアが使えるようになったっていうところになります。で、これをね、早速使っていって、ランバートをまず作ってみましょう。でフロートランバートで、ノーマルのワールドとライトのワールドを書きますと。0ディア。ただし、この時、ライト0ディアが逆方向を向いてるんですよ。ディレクション的に。それがこの仕様というかなっているので、マイナスにしますと。で、ランバートっていうのは軽く説明だけすると、この、ライトがこう当たった時に、放線がこう見えないな。放線がこうあるんですよね。表面上の向きに。で、この当たってるところが0から1になるんですよ。言ってしまうこの辺は0から1になって、後ろに行けば行くとマイナスになるんですよ。っていう感じ。なので、当たってるところが1で、この横が0で、逆がマイナス1って感じ。で、マイナス1から0がこうに行って、0から1にこうなるっていう感じなものです。だから、ここの一番当たってるところは白くなる。で、徐々にこう暗くなるっていうのが、ランバートっていうものになってます。はい。で、それをやるには、ドットっていうのが必要になります。なので、ここ、ドットプロダクトっていうのをかけると、1からマイナス1の情報にしてくれる。ただ、マイナス1って情報が、シェーダー的に良くないので、マイナス1を消すために、マックスっていうので、0以上のものを取得するにします。でこうすると、値が高い方を選択してくれて、もう0以下になったら絶対0に取得っていうものになります。で、これでランバートをここにまた入れて、で、今度は XXX にします。で、これフロートなので、ナンバート1個なので、ベック4とかと違って、言い換えれば X しかないんですよ。XYZW ってやったときに、X はフロート、XY ってやったらベクター2、XYZ ってやったらベクター3
XYZW ってやったらベクター4って感じです。なので今回フロートなので X しかないから X を3つ使って BEC3 にしてねっていう感じです。で保存して、って感じでうまくいったかなっていうところです。うまくいってますね。はい。でこれでランバートの完成。であとはねさらにねどんどんね改良していくって感じです。例えばざっくりというか簡単なのはランバートをさらに変化させましょうか。ステップで日化する。でランバートを日化する。でまた更新。っていうとこバキってねトゥーンシェーダーというかねぽい何かにすぐできるっていうところですね。ちょっと日も変な感じするな。変な感じするけどこんな感じでやればOK っていうところです。はい。そっか 0.5 だからか。これ0から1がこの、ね、当たったところこう当たったところでこの辺 0.5 なのでこの半分ら辺で日化してるんでちょっとね半分に分かりにくいっていうところですね。綺麗にバシッてこう真っ二つにねバキッて分かれるような状態になってないのでちょっと分かりにくいですね。はい。でこれをねさらに分かりやすくじゃあしたいよってなったらどうするかっていうとこれを消してランバートをさらにハーフランバートっていうのにねする必要があるんですよ。ややこしいですね。いろんな名前があって。でランバートの性質上マイナス1から1なんですよね。でこのマックスっていうので今回ぶった切ってたんですけどそれをぶった切らず綺麗に0から1に変換したいっていうのをやりたくて綺麗にっていう言い方ちょっと良くなかったですけど要はこの横から当てた時にこういうカラスが鳴いてるで0から1にしたいっていうだけです。でさっきのマックスでやってたのはこれでマイナス1から1だったんですけどさらにここをバシッて切って全部0にしてたんですよね。全てを0ここ鳴いた値をでここから0から1になってたんでステップでこれね真ん中切るとこのね半分のとこになってたんでここバシッて綺麗にはならないっていうところです。なのでちょっとこれをね綺麗にねど真ん中でぶった切れるようにしていこうと思いますのでそれも簡単でランバートにプラス 1.0 して 1.0 すると0から 2.0 になるですよね。でかける 0.5 すると OK。これだけです。で更新してみましょうか。っていうとこうバキって綺麗になったっていうところ。こんな感じですね。ハーフランバートの描画も軽く見ていこうと思うんですけど、これでいいかな。よいしょ。こんな感じで柔らかい印象になるっていうところですね。でこの技術は確かチームフォートレスでしたっけっていう TPS か何かのバルブのものがやっていて、そこのスタイライズドのシェーダーが何かで使われてたものかなと思います。その前もあったかもしれないですけど、なんかこう柔らかい感じのね、バキッとしない柔らかいシェーディングができるっていうところです。はい。で、これステップのまま戻して、よいしょ。で、さらにこれね、色をつけて今回終わりにしようと思います。で、ベースカラーがやったので、このシャドウのカラーもね、シャドウっていうのはこっちの黒い方もね、入れとこうと思うので、コピーしてシャドウカラーを増やします。で、色をミックスする。このランバートの値を使って色をミックスします。で、BEC3 ランバートカラーとかでいいや。で、ミックスなんですよね。GLSL だとミックスって名前で、
いわゆるラープ、リニアインターポレーションみたいな LERP かなっていうのは HLSL っていう感じです。で、シャドウカラー、0側の色と1の方、1.0 のカラーで、ランバートですね。ちょっと見にくいけど、こんな感じ。で、このランバートカラーをここに入れる。カラーアウトのところ。で、更新。ってやると、ね、この2色ずりな感じができて、シャドウカラーを、まあ、今赤になってるからこうね、ちょっとね、濃いめの赤にしたりとかして、やれば、まあ、色付きのね、このステップの、まあ、簡易なトゥーンシェーダーの完成っていうところになります。はい。プラスね、これ色を増やしたりとか、色を変えたりとか、まあ、計算を増やしたりとかで、ハイライト入れたりとかできるんですけど、まあ、その辺に、ここまでできれば、割ともう文献って落ちてたりするので、まあ、ここから追加していったりとかすれば、まあ、徐々にね、GLSL の理解が深まっていくんじゃないかなと思います。はい。というので、急ぎ足でやったんで、これね、自身は最初全く理解できなかったんで、いきなりこれを理解っていうのは難しいとは思うんですけど、まあ、自身の頃はね、こういう技術資料すらもなかったんで、プラスマヤで GLSL 紹介している YouTube ってほぼほぼないと思うので、まあ、これがかなり導入で参考になってくれると嬉しいなと思います。で、これできれば、おそらく他でもちょっと応用しながらできるはずと思いたいので、まあでも導入部分、この仕組み、GLSL 構文の仕組みはどれも一緒なんですけど、このね、導入がね、違ったりするので、例えばこういう宣言の仕方は、フーディーナと違うとか、サブスタンスと違うとかもあるんですけど、ここの記述はね、まあ基本一緒になると思うので、その導入さえね、うまくいけば、他でもおそらくすぐできると思うので、まあぜひね、一個、なんかこう作ってみて、試してみて、他でも、なんかね、実装してみてもらえればいいかなと思います。そうするといろんなね、結局ゲームエンジンとかで使うシェーディング言語って GLSL とか HLSL になってくるので、まあ、DCC で実装できたならば、まあ、他でもゲームエンジンでも一緒の実装ができるって思ってもらえるとすごいねメリットだと思うので、こういったシェーディング言語を使えるようになって、まあ、ゲームエンジンでも自分でね、ちょっと手を加えれば実装できるようになるってなると、かなり重宝されるね、このシェーダーというか、描画系のテクニカルアーティストになれると思うので、ぜひチャレンジしてみてもらえればなと思います。はい、今回の動画はマヤでね、GLSL シェーダーを実装してみよう。まあ、ハローワールドみたいな部分ですけど、ぜひね、今回やってみてもらえばなと思います。はい、今回の動画は以上となります。この動画が参考になったらチャンネル登録とか高評価いただけたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。